こんにちは、もずくです。今回は南加工を活かして自宅周りのクリエイトをしていきます。まずは作る場所まで移動していきます。今回はこの加工あたりからまっすぐこのあたりまでクリエイトしていきます。それではどうぞ。まずは右側のエリアから続くように土の道を敷いていきます。この地形だと道の終わりをぶつ切りにすると不自然に見えるので、草地の縁に合わせて道を敷いていきます。さらになじませるために木と低木で道の端を隠していきます。木と低木だけでもなじませることができるんですけど、もっとわからないようにしたいので、雑草に見立てた麦畑を置いていきます。次は右側と左右対称になるようにお城の門を置いていきます。檻は向こう側に行けるように一つだけ半マス開けて配置します。このままだと門の端っこが見えていて不自然なので、隠すように木を植えていきます。さらに門の横に高さのある家具を置いてなじませていきます。次は家具を置いていきます。石造りの町なんですけど、石でできている家具がほとんどないので、グレーの家具を使ってところどころ代用しています。他の家具は作りたい雰囲気に合わせたり、色合いや色の配置を重視しています。道の上に雑草を足してこの場所は完成です。次は川を伸ばしていきます。自然な川に見えるように少しデコボコさせていきます。次は門の後ろを作っていきます。門の後ろ側は見づらい場所になるので、木を植えて小さな模擬にしていきます。歩くとこんな感じです。空いているところや木の間には低木を植えていきます。次はエリアを自然に区切るためと、端から見た時に見えるように柵を立てていきます。次はお借りした前デザインを敷いていきます。前デザを使わない方は敷かなくても、雑草や麦畑でメリハリをつければそれだけで成り立つようになっていますので、ぜひ作ってみてください。次は家具を置いていきます。空いているところには麦畑を置いて空間を埋めていきます。少しだけ川の形を変えていきます。橋から滝が見えるようにしたいので、崖を作っていきます。広さはまだ他に何を作るか決めていないので、今回使えそうな面積分だけとりあえず作っていきます。
3段目にも坂を設置したいので、さらに崖を作っていきます。なるべく2段目の面積を広くしたいので、木を抜いて崖を足します。次は崖の表面を隠すために西部の街並みを並べていきます。空いている場所はしっかりと埋めていきます。ここの角は西部の街並みを置いてもうまく隠しきれないので、お城の塔を置きます。次は横向きに道を敷いていきます。次は滝の位置に合わせて家を移設して、3段目に坂を設置します。全体はこんな感じです。次は3段目の崖の表面を隠すために、お城の門とお城の壁を使って隠していきます。この時に横向きに置いた門の角が塔に隠れるように配置します。次は木を植えていきます。木を植えても崖の端がぶつ切りっぽくなっていて気になるので、ウッドパーテーションを置いてなじませます。次は木箱を置いて全体のバランスを取ります。自宅は事務所にしたいので、休憩所と看板を置いていきます。真ん中には全体を引き締めるためにマンホールを置きます。次は空いたところに低木を植えていきます。滝と地面の境目をなじませるために両端に低木と柵を打ちます。坂と塔に合わせたことによって隙間ができてしまった場所は木で隠します。次は事務所のチラシを運ぶための幌馬車や木箱を置いていきます。全体を見たときにのっぺりして見えるので、道に雑草を植えて空いたところに麦畑を置いていきます。最後にタイルを敷いて完成です。いかがでしたでしょうか？今回は南加工を生かして自宅周りのクリエイトをしてみました。加工のそばじゃなくても縦向きの顔を作ればどこでも作ることができます。あと今回もマイレザーを使わなくても作れるエリアになっていますので、ぜひ参考に作ってみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。良ければ高評価とチャンネル登録、コメントもたくさんお待ちしております。